人たちは。皆さんこんにちは。今日はこちらの動画なんですが、たくさんのご視聴をいただきまして、たくさんの共感コメント、温かいコメント、いつも本当にありがとうございます。ありがたいことにポジティブなコメントもたくさんいただいたんですが、一方でネガティブなコメントが多かったんですね。ためになったり参考になったりするコメントもたくさんあるので、ネガティブなコメントも受け入れたいなとは日頃から思っているんですけれども、こちらの動画に関してはだんだんエスカレートして、表現方法がだんだん攻撃的になってきたりとか、動画これ見ないでコメントしてるでしょっていうようなコメントとかも見かけたんですよね。目次はこんな感じなんですけれども、私の物の持ち方だったり、私にとってのミニマリズムだったりとか、今後についてちょっといろいろ話したいことがあるので、よかったら最後までお付き合いいただけると嬉しいです。自分のことをミニマリストって呼びたいんですね。だけど多分人から見たらミニマリストに見えないんじゃないかなと思っています。つまりミニマリストらしくないんじゃないかなと思います。特にキッチンに関しては、食器とかはあんまり多すぎて使いにくくならない程度にいろいろな食器を持ちたいなとも思っているし、あとキッチンツールなんかもなるべく増やさないようにとも思いつつ、やっぱり便利なものは使いたいっていうのがあるので、ミニマリスト視点でいくとキッチンは引き出しの中だいぶ物が多いと思います。こちらの動画では持たない暮らしとかそういうタイトルだったので、たまたまそういうガランとしたような映像、たまたまじゃないか、綺麗に片付けてからリセットした状態の映像がこう重なってたので、あの動画ではすっきりとした印象の映像が流れていたとは思うんですけれども、実はそんなに物が少ないわけじゃないんですよね。私がすっきり暮らすために持たないものを10個紹介したんですけど、バスタオルとかテレビとかが入ってなかったのが意外でしたっていうコメントもいただいたんですけれども、バスタオル持っていない、テレビが持っていない、炊飯器も持っていなくてお鍋でお米を炊いているとか、そういうのがミニマリストらしいと思うんですけど、私は特にそのミニマリストらしくなりたいとかそういうのはなくて、私一人暮らしじゃないから、主人もバスタオルは欲しいと思ってるし、私もお風呂から上がったら一刻も早く水分をこうバーって拭き取りたいので、バスタオルは持ってた方が心地いいんですね。今全部乾燥機で乾燥してしまってるので、その干すスペースとかの心配もないですし、テレビも壁につけて配線も壁の中に入れて、すごい快適ですね。その地上波自体はそんなに見ないんですけれども、テレビのスクリーンで YouTube 見たりしてるんですね。炊飯器はすごく便利だと思ってるので、今のところ手放すつもりはない。自分たちの暮らしやすいようにしているっていう感じですね。自分のことをミニマリストって呼びたくて、その理由が、以前はちょっと自分は変わってると思われるんじゃないかなと思っていて、例えば丸1日休みを利用して買い物に行って何も買わないで帰ってくるとか、2泊3日の団体旅行に小さいリュック一つで行ったり、天気予報が雨なのに傘を持って行かないとかいうちょっと変わったとこがあってそれはちょっとミニマリストとは関係ないかもしれないんですけど、これを買うけれども別にこれはまだ使えるし置く場所もあるし、なんでこれを処分するのって思うんですよね、多分普通の人は。だけど置く場所がないって言うんですよ、私は。置く場所自体は実際あるんですよね。それをうまく説明ができなくて、主人はもうはてなってなってたと思うんですけれども、物を増やしたくないっていうのが理由を説明できなかったっていう感じですね。本当自分は変わった人で面倒くさい女だと思われてるだろうなって思っていて、今はワンインワンアウトっていう便利な言葉がありますよね。でそういうちょっと人に理解してもらうのが難しい行動を正当化できた言葉がミニマリズムっていう言葉だったんですね。でミニマリズムだけじゃなくて、漢字3文字の言葉だったり、自分のことをミニマリストって名付けることが自分を正当化するみたいな。例えばスクランブルエッグってあるじゃないですか。ホテルの朝食とか、みんなが大好きな料理じゃないですか。だけどスクランブルエッグっていう名前がついてなかったら、ただのぐちゃぐちゃの卵。自分はミニマリストっていうことで正当化できた言葉だったんですね。そうで、ごちゃごちゃは嫌いだけど面倒くさがりなので、必要ないものはできるだけ持ちたくないという考えがあるんですけれども、とは言っても女性は買い物が大好きですよね。
IKEA とか100均とか大好きで、大半の女性が買い物好きだと思うんですけど、女性がショッピングモールで買い物するのは子供がディズニーランドで遊ぶのとも同じ、まとめられない。そうつまりごちゃごちゃが嫌いですっきりさせたいけれども買い物が好きで、同時に捨てることが苦手なんです。特に私たち世代の人は、捨てることが苦手ですっていう方が結構多いんじゃないかなと思います。難しいですよね。本当買い物が好きで部屋がすっきりさせたいで、捨てることが苦手と、もう意識的に物の量をコントロールしないと部屋はどんどん物で溢れてしまうと思うんですよ。ミニマリストさんの発信とかテレビでやってるお片付け、こんまりさんだったり、そういうのに刺激を受けながら努力して少しずつ物を減らしてるっていう感じです。家計が苦しかった貧乏時代はタダでもらえるものはもらうし、激安のものは買うっていう考えになっちゃってて、物が増えた時代ですね。私と同じようなすっきりはさせたいけど買い物は好きで捨てるのも苦手っていうような方に少しでも刺激を与えられたらいいなっていう思いでこの動画を作ったっていう感じもあります。はい。私が持たないもの10個こちらの動画で紹介していて、ここから先はちょっとびっくりするかもしれませんという前置きの後に、ハンカチとトイレのタオルを持たないということを告白しているんですけれども、トイレのタオルに関しては予想を反してうちもトイレにタオル置いてませんよっていうコメントがすごくたくさんいただいて、ああそうなんだって思いました。でそういうのも知りたかったんですよね。でハンカチに関してはもう本当にドン引きコメントが多くて、反省しました。はい。で中には心配してくださって、キッチンペーパーを小さく折りたたんで持ち歩いたらどうですかって提案してくれた方とかもいらっしゃって、ありがとうございます。本当そういう風にしようかなってね思っています。ハンカチを持たないことがレアだっていうのは自覚していたんですけれども、皆さんのコメントを見て正直ここまでかって思いました。ここまで珍しいんだって思いまして反省しました。いろいろ調べたんですけれども、バッグの中身の動画ちょっと見たりして、ハンカチを持ってませんって発信している方はあまりいなくて、一人だけ見つけましてね、勝野和代さんだったんですけれども、勝野さんは荷物を極限まで減らすためっていうふうにおっしゃっていました。2本あったんですけども、1本がコロナ前に出された動画で、もう1本がコロナ後に出された動画だったんですけれども、一人じゃなかったっていうのはちょっと思ってしまいました。はい、私がハンカチを持っていない理由は、手を洗った後に自然乾燥すると菌が繁殖するっていうイメージがなかったのと、あとハンカチが必要になるシチュエーションがほとんどなくて、月1あるかないか。コロナ後は電車に乗って外出するとかなくて、本当近所までの外出しかないんですけれども、で最初はカバンにハンカチを入れるようにしてたんですね、外出する時に。ですが結局使わないでそのまま帰ってくるっていうことが多くて、本当だらしないんですけれども、そのままハンカチがカバンに入りっぱなしで、しばらくしてカバンの中からハンカチが出てきたっていうような、そういう失敗を繰り返して、結局もうたまにだからもういいやと思って、それがきっかけですね。持ち歩かなくなったきっかけですね。手を洗ったら、ピッピッピッってある程度水気を落として、でハンドクリームは絶対持っているのでハンドクリームを塗ります。不快感はありましたが、たまにだからいいやっていう感じでそれで済ましてしまっていました。持たないものを10個紹介してるんですけれども、その中にはハンカチとかコーヒーメーカーもそのカビを生やしてしまった失敗、排水溝の蓋をしてたら掃除の頻度がすごく少なくなってうわーってなった、そういう失敗談から持たなくなったっていうのが、ハンカチとか排水溝とかコーヒーメーカーとか、ハンカチに関してはおすすめしていただいたようにキッチンペーパーから始めてちょっと考えようかなと思いました。部屋のインテリアについてなんですが、殺風景というコメントがとても多かったんですね。素直な感想だと思うので、そのくらい全然いいんですけれども、だんだんエスカレートしてコメントが攻撃的になってきたんですね。
殺風景と表現されるようなガランとした部屋は私の好みで理想です。ちょっと変わってるのかなとも思っています。人は自分と似てる人や同じ人に共感を抱き親近感を持つと思いますが、一方自分と違うからこそ興味を持ってくれるっていう場合もあると思います。人によって前者の視点で見てくれる方や後者の視点で見てくれる方の両方がいていいかなと思います。動画内で紹介した持たないもの10個は私の暮らし方の紹介であり、何かのヒントになればという気持ちで発信しています。自分と全く好みが違う人もたくさんいるっていうことも分かっていますし、見てる方も分かっているかと思います。ただこっちが好きかこっちが好きかっていうだけの問題で、こっちが好きだからといってこっちのバッグ持ってる人のことを攻撃しようとかも思わないですよね。なぜコメント欄の人たちはあんなに怒っているのかなって、ただの好みが違うだけの問題なのになんであんなに攻撃的なコメントかなって、思ったんですけれども、コメント欄はやっぱり平和がいいですよね。見てる他の方も嫌な気持ちになると思うので、今後はそういうコメントは取り締まっていこうかなと思います。どこまでがっていうのはあるんですけれども、私のさじ加減でやっていこうと思います。今日は最後までご覧いただきありがとうございました。